白い眼鏡だけは最初からやってましたね。やってました。なんかこの白い眼鏡、顔が地味だからなんか眼鏡ぐらいは派手にしようかと思って、それで買って帰ったら家で娘がね、なんかやめてよパパって言われて、その当時まだ白い眼鏡してる人あんまりいなかったんですよね。伊藤さんのレクチャーを聞きながら、大阪万博、以前以降のことも含めて今日はお話をいただけるんじゃないかなと。テーマが命輝く未来社会とは何かということで、全国からこの時6000万の人が集まったと言われてますが、みんななんでそのお祭り広場を見ない丹下さんのそのトラス構造の大屋根を見ないで、この岡本太郎のタワーに引きつけられていくんだろうっていうのが、その当時は僕はよく分かってなかったんですね。それで実はその博覧会のもっと前に岡本さんは沖縄文化論っていうのを書いてて、言ってみればその時にもう反モダニズムということを岡本さんははっきりと明言していたと。それからもう一つはそのダーウィンの進化論に象徴されるように、その人間っていうのは進化の果てに出てきた一番発展した生物であると。そういう進化ということですね。それも近代的な特徴であると。だから言ってみれば今回も命輝く未来っていうのは近代的な思想でないとありえないはずなんですよ。でそのことをね、僕らはみんな未来って簡単に言うけど、本当に未来っていうことなんてあり得るんだろうかって僕は最近思ってます。1970年にその大阪万博があって、71年に僕は独立しました。独立といっても何にも仕事はなかったんですけれども、それで1976年に田舎の本町の家というちょうど35歳の時なんですが、事実上世の中に割と認めてもらった家ができたわけです。評論家の滝浩二さんっていう人が、白い闇とか、それから地上にある地下っていうような言葉で言われて、つまり僕はその地下に潜って、あるいは地下から這い上がってきたような建築を作ると。で一方でその同時期に新宿では高層ビルが立ち上がっていった。それで今回のエクスポホールに行くんですけれども、はい、ここでもその今までの劇場のようになんかいつもこう地面から上がってくるようなそういうエネルギーを作りたいと思ってるんですよね。外側は太陽の塔の顔にあるパネルと同じ金属のパネルなんですが、中の方は折り紙と同じ金色の紙を作ってもらって、それで一番苦労したのがこの布なんですね。内側360度払えてますけど、高さが20数メーターあってですね、螺旋を描いた布をずっとつないでいって、めちゃめちゃ綺麗ですね、これね。これからの建築の可能性ってどのように感じられてますか？すごい日本の建築ってめちゃくちゃ職人の人って優秀じゃないですか。今回の川島織本さんなんかは典型的にそういう難しいこととか面倒なことをやれば、今でもやっぱり俺がやってやるよっていうような人がたくさんいるんですよ。だから僕はあえてエクスポホールっていうのはもうむしろ古代の神殿みたいな、あるいはもう逆行するようなものをやってやろうと最初から思ってたんですね。伊藤さん、今後どんな建築挑戦されたいですか？そんなことを考えたってそれこそ未来の自分がどんな建築ができるかって、だって
明日にも素晴らしいクライアントが現れるか分かんないし、いや、まあ、いるかもしれない。建築なんてもう相手次第なんですよね。なんか30で自分で始めた時にも自分がこういう建築家になってやろうなんてことは全然考えずに、もう全くもう3ヶ月4ヶ月先までしか食えないっていうことは分かってたから、それの繰り返しをやってるうちにまあ10年ぐらいはこれのままいけるだろうと。僕にとってはまあさっきお話ししたように菊竹さんと出会ったってことはすごく大きな意味があって、菊竹さんのところへ4年生の夏にオープンデスクで行って、その初日からこういう人もいるんだと思って、そう設計って意外と面白いかもしれないと初めて思いましたね。ちょっと会場から質問を取らせてもらってもいいですか。高校生何年生？高校16歳。僕の地元は、地方の田舎なんですが、どちらですか？大分県の佐伯市というところで、佐伯市、はい。地方の建築について可能性とか何を求めるかっていうことをお聞きしたいです。30万の都市だったらオニクルは28万ぐらいですけれども、まあ知った人がいて、何か毎日でもあそこにやってこれるというような、友達と話していたり宿題やってたり、あるいは遊んでてもいいと思うんですけど、だからそれはもう家の一部分じゃないかと思ってるんですね。だからそうやって地方都市っていうのは、まあそういう公共建築を作ることの意味がまだあると思うし、僕は地方都市の方が可能性はあると思ってます。伊藤さん、建築家って、月並みで毎回4回目なんですけれども、毎回違う角度から回答をくださってて、僕は子ども塾をやってますけど、小学校の子どもは本当素晴らしいですよ。みんな子どもはアーティストだって言った人がいますけどね、子どもは全員アーティストなんですよ。それがどうしてダメになっちゃうかって言ったらね、建築家っていうのはこういうもんだっていうふうにね、知らず知らずのうちに思っちゃう。だからどんな職業ですかなんて考えない方がいいんじゃないの。伊藤さん、今までその前のレクチャーでもそうですけれども、新しい原理をどんどん発見されていってらっしゃって、さらにこれから何か新しい建築原理を探していかれよう、あるいは探していきたいというようなお気持ちは。それはやっぱり若い人に皆さんに任せて、ただやっぱり近代の建築で一番の問題はやっぱり自然を克服、技術によって自然を克服できるということを考えてるっていう、それは僕は絶対ダメだと思ってるんですよ。やっぱり自然にはかなわない、どんなことやったってかなわないっていうところから始まるんであって、その上で建築をどう考えるのかという。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。